こんにちは、モーリーです。闘病チコ投手ということで、どんな季節でも何度でも行きたい、一生に一度は行きたい佐渡島の旅をお届けいたします。1年で2回も行くほど魅力的、まさに大人の穴場旅行をお伝えいたします。ぜひ大画面で何度もゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。本州新潟県の沖日本海に浮かぶ日本最大級の離島佐渡島は面積約855平方キロメートル、人口は約5万人。船や飛行機を使わないといけない離島の中では一番大きな島です。緑あふれる山々と広大な海を背景に多彩な自然と深い歴史を誇る島国日本の縮図です。歴史の要所として知られる佐渡には古くから流刑地のほか、江戸時代には幕府の財源となった佐渡金銀山がありました。2024年7月、ついにその価値が認められ世界文化遺産に登録されたことで世界中の注目が集まっています。自然面では独特な植生のほか、トキなどの保全活動も注目されています。島独自の生態系と人々が共生する姿はまさに現代のリアルなエコアイランドのモデルです。グルメはブリ、イカ、ズワイガニなど日本海の恵みが豊富、米どころ新潟らしく地元産コシヒカリとの相性も抜群です。さらに地酒やスイーツなどバラエティにも富んでいます。アクセスは新潟港からジェットフォイルで約1時間5分、またはカーフェリーで約2時間半、佐渡汽船が運航しており、車があれば島内の移動も快適です。心に残る大人の癒し旅をこの島で一緒に味わいましょう。はい、こんにちは、森です。闘病チコ投手ということですね。今私は伊丹空港におります。時間はですね、今9時11分でして、9時55分の便で新潟に向かいたいと思います。どこに向かうかというと、今回2回目ですね。2回目の佐渡島行きたいと思っておりまして、前回とは違う切り口でまた魅力的な佐渡島、日本一広い島をお届けしたいと思います。そしてその後はもう一つね、離島に行くことを決めました。もともとはね、それで帰る予定だったんですけど、帰りの飛行機がね、もう直前だと取れず、もうそのまま新潟に残って2つ島を取って今回は帰りたいと思います。めっちゃ楽しみです。それでは行ってきます。 ANA なんでチェックインをオンラインで済ませます。はい、これでチェックイン完了ですね。あ、まだか。これでチェックインが完了です。で、荷物を預けに行きますね。で、ここで搭乗券の表示ができるんで、これで Apple Wallet にね保存します。念のためにね、これスクショ取っといてもいいですね。はい、これでいきます。はい、これを使います。で、ギリギリ入るか。はい、で、はい、で OK。はい、で、荷物タグが発行されまして、これをつけますね。撮影しながらとかめっちゃつけにくいですけどね。はい、OK。これで OK。あとはまたタグが出ますね。はい、これで OK。一昨日ぐらいからめっちゃ寒くなってきて、もう今日パーカーとかキュリュックも一応エアーだけじゃなくて2の方も持ってきました。しかし泳げるんかな。リコちゃんプレミアムチェックインから行きます。さあ、新潟行きます。新潟行きグループ3番のお客様。ようこそ新潟市ということでやってまいりましたね。これが新潟空港になりますね。はい、今11時16分で11時15分と25分のバスがあったので、11時25分のバスに乗って新潟駅まで向かいたいと思います。
明日からね佐渡島に向かう予定で、今日は全泊したいと思います。なぜかというと、明日朝一のフェリー、カーフェリーですね。前回は高速船だったんですけど、今回はカーフェリーに乗って向かいたいと思っておりまして、朝日を見ながら、なんだっけ、カモメじゃないわ、ウミウシじゃないウミネコに餌をやるみたいなこれ体験したいなと思ってるんですけど、ちょっと今日は天気いいんですけど、明日天気悪い予報なんですよ。でもこのまま行くんじゃないかなみたいな日でいます。新潟到着しましたね。視聴者さんにもお声掛けいただきありがとうございました。じゃあどこやったかな、どこの方向にいるとか全く分からん。どっちやったっけ、ここどこや、あっちかな。めっちゃ寒くなるかと思ったけど、意外とあったかいな。昼はよかった。さあ今日はもう撮影せずにいきなり明日に行きたいと思います。それではお疲れ様です。はい、いつものコンフォートホテルさんに泊まります。コンフォートホテルさんとか言ってるけど別に案件ではありません。仕事も十分できますね。おはようございます。今ですね、朝の5時15分ですね。めっちゃ早起きしまして、タクシー迎えに来てもらいました。このまま港の方まで向かいたいと思います。雨って聞いたけど、今のところは雨降ってないですね。はい、でも今日はね、もともとしてた予定を明日にずらして、明日の予定を今日にしたいと思います。佐渡島に行きたいです。はい。15分ぐらいですか？ああ、そうですね。ありがとうございます。早い。1250円で着いた。そうやってまいりました。2回目ですね、ここも。もう何回も動画編集で見たから20回ぐらい来たような気分になるわ。1回目の佐渡島の動画見てますか？超大作ですよ。はい、今回はね1泊2日で佐渡島回りたいと思いますけど、前回はね2泊3日で相当回りました。でも佐渡島はねかなり広いんで2泊3日でも全然回りきれないということで、今回また別のね切り口で行きたいと思うんですが、あんなんも見てないですしね。はい、今時間が5時27分ですけど、いっぱい待ってる人いますね。で、前回はジェットホイールで行きましたけども、今回はカーフェリーで行きます。こっちですね、カーフェリー乗り場ってあります。あれですね、常盤丸6時で行きます。車とかも乗せていけるんですね。だからレンタカーを新潟で借りてそのまま持っていくって手もありますね。佐渡島のレンタカー業者結構値段高いんで、それもありかも。クレジットカード専用っていうやつで水っぽいな。予約してるから。で、行きはね1等予約しました。で、帰りは2等なんですけど、なんか昨日メールが来て2等の人は1等に安く帰れるみたいな。行きのね1等にはメール来なかったんで、他の人に消えるんじゃないかな。そうした気分やな。はい、これですね、QR コード付き予約。QR コードを読み込みますと、予約返答メールの QR コードを読み込みました。このご予約は窓口にて、どういうこと？
すいません、なんか登録されてないって言ってさっき券売機みたいなところで言われたんですけこちらの QR コードはもうチケットに含めてど、もうこのままやっちゃったらいいっていうことですか。ありがとうございます。はい、こんな感じでスイートルームとかもありますね。16,520円。特等とか今回一等椅子席にしたかな。チェアも良かったな。なんとジェットフォイル福割引発売終了。佐渡水中フォトコンテストやって、すごいな。僕も水中はね撮影しますけども、やっぱりこうやってね、専門にやってる人からしたらもう素人も素人なんでね、すごいな。こんな魚おるんや。これなんていう魚？ペアリングの様子を撮るのは難しいですがって書いてるけど、これコブダイか。コブダイってやつだね。こんな感じで並んでますね。今日は雨模様ですが、皆さんどのような気分なんでしょうか。僕はもうグルメ旅に切り替えました。判断の速さが求められますね。ありがとうございます。さあ、佐渡島の金山、前はね金山2つルートがあって片方だけ行きましたけど、今回はまた逆の方向に行きたいと思ってます。あとせっかくねこんな天気も変わってしまったんで、金を取りに行こうかなと思います。もう今はねゴールドが上がって投資界隈でも話題なんでね、今のうちに金取りに行こうかな。さあ、フェリーです。また違いますね。手荷物室ございます。はい。東京荷物手荷物室ございますのでご利用ください。まず手荷物室に荷物を置くか。ここに入れたい。ちょっとでかいけどええんかな。先ほど視聴者さんにいらっしゃいましたね。前の僕の佐渡の動画を見てこられたと。ありがたい。いらっしゃいませ。はい、こんな感じですね。ここにマップが書いてますね。一等室はこの階段を上って上に行くと、二等室がこっち。二等室はね帰りに見るんで、今回は一等室を取りました。今3階なんですね。食堂とかもあるね。ゲームコーナーとかちょっと見に行くか。やってブランケットなんかも借りれるんですね。ジェットフォイルは本当に移動するだけって感じでしたけど、フェリーはなんかワクワクするな。全然違う。すごいですね。一等室展望台、なんか得した気がするな。ジェットフォイルの方が高いんですけどね。これか。一等一席。一等違うわ。一等チェア席でした。こんな感じ。これチェア席？これですね。1号室。靴を脱ごう。椅子席にはチェア席か。いや、電源もありますね。ありがたい。こんな感じでテーブルを出すこともできますね。はい、こんな感じの席になってて、一応窓をちょっと眺められる感じなのと、足がオットマンみたいに出る。で、ほらよ。これはいいな。最高やな。最高です。まだ出発してないので揺れてません。これフェリーではなんかこういうのよくありますね。サンフラワーとかでもあった。どこ行ったんやね。ここでええんか。もっとなんか見えるとこがあるんじゃない？いやーよかった。今の時点でもうめっちゃ雨降ってたらこれも取れなかったけど、出港はやっぱり神様が取らせてくれるんですね。取れ高の神様ありがとう。涼しいな。今9月25日ですけどかなり涼しい。ウミネコも来てるな。まだ揺れてませんね。今日はなんか風が強いからね、サップが中止になってしまって、もともとサンセットを見ながらサップするのを予約してたんですけど、雨とかよりも風でちょっとできないみたいな感じでキャンセルになりまして、この船もどうなんかなと思ってるんですけど、今のところはね全然風もそんな強くないですね。そんなに揺れてない。揺れてないっす。
案件やけど大丈夫か。ジェットホイールの方は人を乗せる専門って感じでしたけど、カーフェリーの方はその人間だけじゃなくって、その車だったりとか、こうやっていろんな物資だったりとかも多分積んでるんですよね。だから本当に欠かせない存在ですね。で、僕はね、前来たのが何月だったか、5月ぐらい ?5 月か6月ぐらいに佐渡島に行ったと思うんですけど、まあ今9月ということで、まあ季節が全然違うわけじゃないですか。で、佐渡は本当にどの季節に行っても楽しめるっていうことが、やっぱり伝えたいことのようで、まあ僕もその真相を確かめたいと思いますね。なんていうテーマやったかな。佐渡島忘るべからずっていうね、ことは言われてて、まあそれはどういう意味かというと、まあそのどの季節に来てもいいと。だからいつ来てもらってもいいです。だから僕がこの動画出るのは多分11月の下旬だと思うんですけど、12月に行っていただいても全然いいということですね。来たか来たか、来てるね。動きそうだろ。あ、来た来た。離れてるやん。それ撮るの忘れてたな。来た来た来た。ありがとう新潟。佐渡島も新潟やけどな。ありがとう。楽しかった。いや、このフェリーの方がやっぱ旅感あるな。ジェットホイールは本当になんか飛行機乗ってる感じで、まあそれも旅感あるんですけど、フェリーの方が圧倒的な旅感があるな。島旅してる感じがすごいする。ありがとう。いいね。まずはまっすぐ進むんですね。お、ウミネコも来てるな。これカモメ？ウミネコ？なんや？ウミネコに餌をやれるみたいなのが売りですけど、カッパ優先みたいなのあげるらしいですけど、どちらかというと僕今朝でお腹空いてるから自分で食べたいぐらいですけどね。なんでウミネコにあげなあかんねんみたいな気持ちは半分ぐらいありますけど、でも誰もまだ持ってないな。どっかで買うんかな？売店？雨降ると思ったけど、今んとこ全然降ってないからいけんちゃうんこれ。雨に打たれてウミネコが全く来ないみたいな展開も取れ高として期待してましたか？期待してるってもおかしいけどな。じゃあこっからは早回しでお願いします。あ、編集の話ね。編集の話。おい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 。めっちゃ近くに来るやん。もう分かってきてるな。そろそろもらえるんじゃねえかみたいな。あざといな。ほらめっちゃ飛んできてる。おおおおお、すごい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 。なになになにこれ。めっちゃ来ためっちゃ来た。見送ってくれるんか。なんというすげえ。めっちゃ見送ってくれるやん。ただただ勝手に餌を取ってくるやつらかと疑ってたけど、めっちゃええやつやったんじゃん。おお、めっちゃ近くで見える。これはすごいな。すごい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 。うわうわ、渦を巻いてる。すごいぞ。急にめっちゃ来た。これはえぐいな。 iPhone 変えたばっかりなんで8倍で撮るか。4倍やな。おおお、チコチコチコ。すごいすごい。まだ誰も餌やってないのに。うお、近いな。ありがとう。こんだけトキも見たいんやけどな。トキはこんなにいるかな。うお、いるんかと思ったらこれやんけ。紛らわしいな。これはでも一体何を表してるんやろ。見送ってんのかな。餌がもらえそうと思ってんのかな。いいね。やっぱ朝早起きした甲斐があったな。いやもう本当に時間が余裕があるんだったら絶対カーフェリーの方がいいやん。なんで前ジェットホイールで行ったんや。俺はいいわ。こっからずっとついてくるんかな。はい、自販機なんかもありますね。絵も飾られてますね。こっちにも自販機があって、もう最近はキャッシュレスでも買えるようになってきてますね。ちょっとこっち側も見とく。おい、こっちの方がなんか迫力やんけ。おいおい、おほほほ、これはすごいぞ。こっちの方が迫力や。すごい渦巻いてる。怖いぐらいよ。近い。こんなカメラ持っていかんといてくれよ。早く近くで撮れ高くれ。おお、近い。近い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 。もっと近い来い。もっと来い。いいぞいいぞ、早く来てくれ。すごいすごいすごい。なんか下でやってんのか、もうすでに誰か。
どうやらカモメに餌やるのはこの4階じゃダメみたいですね。だから誰もあげてなかったね。下であげるみたいですね。急げ急げ。どこであげれるんやろ。もっと下かな。下で餌を買ってあげるみたいな感じなのか。餌をあげるのってどこでできるんですか？この3階です。あ、ここでできるんですか？はい。餌はどこに売ってるんですか？一応、餌っていうか、まあ、かっぱえびせんみたいなやそういうこと。はい。自動販売機にあるんですか。ありがとうございます。あ、これが2等椅子席。これ自由席なんや。2等も結構空いてるな。あ、ぼちゃ骨の席や。全然良さそうや。こっちが自販機のコーナーみたいになってる。ここに売ってんのかな、かっぱえびせん。あ、弁当とかも売ってる。ここか？ここも売ってないな。こっちに売ってるんかな。あ、ゲームルームとかあるな。ここなんかすごい開放的。なんかイベントやるんや。ここが、あったかっぱえびせん。200円で売ってるやん。これ買おう。カモメはカルビーと提携でもしてるんかな。めちゃめちゃここでは売れそうやな。なんと新500円対応してへんやん。どういうことやねん。令和やで。じゃあ1000円でいくか。新500円ダメやったから。なんと新紙幣対応してない。来た。当たるか？来たー。これで勝負します。おらへんかなって思ったらめっちゃかっぱえびせんまた来る。めっちゃ来るやん。いや近い。おほほほほ。すげえかわいい。いやもうちょっと取らしてよ。ほらかっぱえびせん持っとるぞ。俺持っとるぞ。来い。俺しかもうおらんぞ。ここで持ってるやつ。ほらいいぞ。ほれあげるぞ全部。おいさあやるぞ。おい、うわめっちゃ来た。なんじゃこれ。怖い。うわ怖いこれ。うわ落とした。これ。痛いってなんやねんこれ。思ったより大変やぞ。これ怖っ。全然やれん。怖い。全然やれんやん。痛いこれ。なんやねんこれ。もうちょっと優しく食ってくれや。怖い。これはすげえ取れ高。半端ないな。痛い。どこ噛んでんねん。慣れてきたな。俺も慣れてきた。ちょっと待って。待て。取れ高作るから。痛い。もうええやろ。ありがとう。取れ高最高やった。あとはもう俺が自分でいただくわ。俺も食べたいからな。ありがとう。さあ誰が気づくかな。終わったって言ってから最後にちょっと早いの。すげえな鳥の目って。いってってもうちょっと優しくやって。いった。もっと俺もなんかインスタグラムみたいにめっちゃ綺麗な感じで撮りたいのにもうないわ。
ありがとう。よう見てるな。手に何も持ってなかったら来ないもんな。人生とかね、ビジネスもこうやって鳥の目で見ていかないといけないということですね。もう獲物があればすぐ逃さない。僕たち YouTube もそうやな。チャンスがあればそこにすぐ向かう。そんなことも教えてくれるんですね。この佐渡汽船カーフェリーの旅は、まさに旅は自己投資ということで、佐渡島の旅スタートしたいと思います。ありがとう、青空。今日は完全に雨予報って聞いてたけど、大事なシーンではちょっと晴れ間も見えてきてるじゃないですか。完全に青空でなくても十分朝の綺麗さが見える。ありがたい。お、なんかゲームルームもあってゲームコーナーがあるけど、この先立ち入り禁止？なんとただいまの便ゲームコーナーは休業いたします。両替機のみ稼働中。どういうこと？両替だけしても意味ないよ。なんてこったやで。お酒を飲んではいけないエリアなんですね。結構綺麗ですね。全然2等でも快適やん。あ、毛布は無料かと思ったら有料で貸し出しできるんですね。麺どころ時はっていうのもあるやん。けど支度中クローズドなんてこった。はい、これが展望ラウンジ。あ、こんな感じの。あ、なんかすごい。結構人少ないですね。やっぱ朝一の便やから。で、今のところ全然揺れてないですね。なんかもっと風強いから揺れるかなって思ったけど。さあ、もうすぐ着いてきましたね。同時になんか雨がめっちゃ降ってきた。やばい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 。今8時18分でもう間もなく到着ですね。いや、快適でしたね。全然揺れんかったし、もうほとんどめっちゃ寝てた。フェリーいいっすね。こんな2等室自由席みたいなところもあるんですね。こういうテーブルもある。大変お疲れ様でした。本日間もなく4号佐渡センタープルに乗車いたします。下船の時は別に何もチケットとかいらんねん。さあ、レンタカー借りてモーニング食べに行こう。港から直結で相変わらずすごいお土産屋さんがいっぱいありますね。いきなり日本酒も飲めます。でも今日は運転なんでまだやめときます。で、今回ね、レンタカー前はね、このすぐ近くのニコインコレンタカーで借りたんですけど、もう全然空いてなくて、ロードスターとかね、スポーツカーみたいなの借りれそうやったんですけど、僕こんな荷物なんでね、ロードスターとかもう荷物乗らないんで、ミニバンとかがあっち側ですね、あっち側にニコインコレンタカーがあって橋渡ったところね、そこで借りました。ちょっと歩かないといけないです。よかった。歩くとき雨めっちゃ降ってたらどうしようと思ったけど、ちょっと病んでるな。さっき到着寸前に船の上ではめっちゃ降ってたけど。あれがフェリーっす。ああやってバイクで来てる人もいっぱいいるんですね。すごいな、フェリー。あんなトラックとかめっちゃ乗ってたんや。半端ないわ。どんどん出てくるやん。でかっ。いや、本当にこの佐渡島にとってね、重要なんでしょうね。このフェリーが来るか来ないかで、いろんな物資が届くか届かないか決まる。素晴らしいっすね。はい、徒歩5分ぐらい歩いてきました。ニコニコレンタカー。よし、行きました。はい、それではトヨタのスペイド買いました。なんか雨はねパラパラ降ってるんですけど、結構太陽の光は出てるんで景色はなんか悪くなさそうですね。まあとはいえ今日はグルメ旅したいと思います。
さあまた両津港に戻ってまいりました。で今9時11分ですね。腹が減った戦ができるということで、この両津港にあるカフェで朝食食べてから行きたいと思います。思ったより天気待ちそうでよかったな。明日は晴れそうだしな。まあね、曇りとか雨でも楽しめるのかっていうところも取れると思うんで、よしとしましょう。ここなんかお手洗いって書いてるけど、ここにまさにくカフェっていい感じのカフェがある。ここでいただこう。時ソーダとかある。全品テイクアウト OK。牛乳をオーツミルクに変更。でも佐渡乳業ミルク使用やからこっちの方がいいな。佐渡牛乳カフェラテとかもある。佐渡バタートーストとか、佐渡バターハニートースト、田中餅店のあんこと佐渡バターの全部気になるやんけ。変人もっこソーセージの佐渡乳業チーズホットドッグとか。なんや変人もっこって。全部気になるな。時認証おかゆ全メニュー制覇したい。分かってるなこの店。なんとここの Wi-Fi めっちゃ早いじゃないですか。仕事することになったらここ良さそうですね。アップロードも150出てるし、ダウンロードも100メガ。最高。はい、それではいただきたいと思います。まずカフェオレ佐渡乳業いただきます。牛乳感がしっかりあってうまいですね。いや、それにしてもなんか佐渡島に来たっていう感じがしないですね。急にこんなおしゃれなカフェいるとか、このままちょっとまったりして一日終わりそうぐらいな、そんな場所です。仕事したくなるわ。それは俺の感覚だけか。みんなそうならないでしょうね。僕はなっちゃいますね。こんなカフェとか来ると Wi-Fi 早いし、佐渡に住んだらここで仕事するみたいになりそう。ではいただきます。ハニートースト。佐渡バター。濃厚な感じだけどあっさりな感じもする。優しい感じですね。はい、このターミナルもなんかいろいろあるんですね。こうサレドおにぎりとかね、佐渡産コシヒカリ使用のなんかおにぎり、こんなんもあるんや。いろいろあって良さそうですね。こっちはこっちで何があるん？レンタカーか。おいおい、ナビの最終更新2016年？約10年前やんけ。ちゃんと金山とか入ってるんやろな。さあやってまいりました。佐渡金山2回目。何回行ってもいいわここ。やってまいりました佐渡金山。ここは雨が降ってても大丈夫。まあ今雨降ってないけどな。前は暑かったけど今日は涼しいっす。これにしようかな。前は多分こっち行ったんですね。道友港所要時間40分の方ね。でも今回はこのソーダ友港っていう方に行きたいと思います。ちゃんと考えてるんですよ。動画2つ出せんやったらね、一つ一つどっちも見てほしいですからね。お願いしますよ。改めてこの地図も見ますけど、前に行ったのがこの緑の方ですね。道友港通っていきました。はい、もう一つの動画見てくださいね。そして今日行くのがこのレッドの方ですね。30分で行けます。僕前に来たの5月か6月とかって言ったけど嘘ついたな。7月でした。だから2ヶ月ちょっと経ってきてるわけですね。さすがに2ヶ月で値上がりとかしてないと思うけどな。でもこのご時世分からんからな。2倍とかなってる可能性もある。で片方だけのプランとかないんですよね。だから僕はわざわざ2倍の費用をかけて皆さんに動画をお届けしてるっていうことなんですよ。本当は1回で両方見ればいいのに。価値高いっすよ。あれ
ここもなんか選ぶとかないんか。もう大人か子供かで選ぶみたいな感じか。で決済もカード、カードできんの？カードできるよね。カードもいけます。クレジットいけます。ただいま発見中です。いけたー。そして中は約10度で寒いということで、前回はね7月だったんでめちゃくちゃ暑かったんで、ちょうどクーラー代わりになってよかったですけど、何度？今24度か。そこそこ涼しいんで多分めっちゃ寒くなるんで、僕もパーカー着てきました。ちょうどです。はい、はい、ありがとうございます。もうすでに寒い。しかもなんか階段が若干斜めでなんか滑りそうで怖い。手すり持っとこ一応。マジでもうね40代後半になったらもう一発こけたらもう1年ぐらい旅中断とかなりそうなんでね、気をつけないと。そういう調子乗ってねここ走り降りたりとかもそういうことはもうできない年齢なんでね、もうそれどころかもう寒くなってきたら膝が痛くてしょうがない。あ、しまった。 Wi-Fi つないでおいたらよかった。中はねやっぱ電波が通じないですけど Wi-Fi があるんですよね。でそれの Wi-Fi 使ってここチャット GPT とかねジェミニでいろいろと詳しく調べたらいいと思います。日本の主要金銀銅産地と輸送ルート。江戸時代佐渡で取った金銀をこうやってやっぱ東京っすね。これ東京に送ってたんですね。すごいこのルートで、半端ないですね。結構金山自体はこの辺にもあるんや。この土肥金山とかありましたね。名前忘れました。宿で取りました。兵庫県とかにもあるんや金山。あ、それあったな。生野銀山やありましたね。自転車で走った。ここのルートはなんかこういう説明めっちゃされてるのは小判とかそういう。なんか寒くなってきたからマジで膝が痛くなってきた。やばい。この辺はもう現地来て詳しく見てください。いろいろ書いてます。金の採取方法とかもうほとんどなんか消えてみてるけどな。砂金を採取して大流しして砂金採取からなんかもうほとんど見えないの。これどういうの割と見ましたね、前の動画でね。道具とかいろいろ書いてます。これはどういうやつ？佐渡金山にもたらされた校内排水のポンプ。すごいな、これ上の方から。これは過酷な仕事やな。ここになんか説明書いてるな。全然わからんね。鉱石を入れた桶があって、なんやろ、これ問い引き。全然理解できん。こっちにもなんか説明書いてますね。佐渡金山の坑道は海山から100年足らずで海面下に至ったらまだめっちゃ掘っていったんですよね。だからだんだんその深くなってくると地下水が多くなって水との戦いが採掘量に影響したと。それで水をこう出してたみたいな。24時間連続の作業で交代で努めたと。水を吸い取ってたんですね。なるほど、ちょっと理解しました。どんどん掘っていくと、その海水がどんどんこう出てくるようになったから、このポンプの技術で、こうやって海水を吸い上げてたんですよ。で、さらにこの吸い上げた先にまたポンプがあって吸い上げて、さらにどんどんこう上にやってたみたいな。本当に過酷な作業ですね。掘り子たちの出入り改めって書いてる。坑道の出入り口には検問所があり、鉱石や物資の不正持ち出しを防止するとともに、通行する人の出入りを記録して賃金支払いの目安としたと。なるほどな。僕みたいなやつがこっそりね、金を持ち出すみたいなことがないようにしてたということですね。あいつちょっと持ち出してんじゃん。なんとここでは階段登るんや。ここが排水。さっきのね、汲み上げたやつですね。水晶林や手繰りの桶で汲み上げた水は掛け火を通して排水坑道に集められ、郊外に排出されていた。灯火からの煙、石粉、石粉の立ち込めた構内に新鮮な空気を送るために風回し灯火が使われていたと。照明ははじめ松ろうそくや主食であったが、後には鉄製の絵のついた釣りが登場し、携帯用照明として広く使われたと。
はい、ここは金堀大工の生活と佐渡金山であるタラガネと土で鉱石を掘る鉱夫のことを金堀大工と呼ぶと。早く外に出て酒を飲みていやー、こっちはなんか前回行ったところに比べて勉強になりますね。見応えがあるな。鉱脈のことを建合という。これもすごいんです。でも本当にこれ国を挙げてやってたんですよね。金がどれだけ取れるかで国の稼ぎが変わってくるみたいな。剣切り新た。剣切りとは長さ幅高さを決める見積もりを立て掘った大規模な炭鉱行動のことで、こういうことやね。あ、鉱山の経営者がこういるんや。で、管理してて、チェックしたりしてるんですね。監視したりとか。こういう被り物をしてる人がお偉いさんってことか。30分って言ったけど結構見応えある。捨て石も得られ、精錬所へ。江戸時代の中頃には鉱石が減少し、一旦捨てた柄山、鉱石を含まぬ捨て石も回収し、こなし精錬されるようになった。だんだん取れなくなってきたんですね。上部のたぬき穴とは細い鉱脈をたどりながら大きな鉱脈を探す行動で、腹ばいで移動しなければならなかったと。これがラスト。マブ開きの祝いと。背後の壁面の縞模様がこれ線。これが縦合い。金銀を多量に含む黒い縞がくっきりと浮かぶ光体を大発見している。前頭祝し、今まさにマブ開きの祝いが始まったところであると。さあ、終わりましたね。以上、佐渡金山でした。やっぱ曇りますね。でも気温差がそこまでないから前回に比べるとマシやな。ここは資料館なんですね。やっぱこの金鉱石っていうのはこう島ができるんですね。確かにレンズのところ見ると金がある。すごいな。アリの巣みたいな感じで表現されてる。昔こんなアリ飼ってましたね。ちょっと映り込んで見にくいな。こんな感じで掘り進んでいって、こんな感じで、ここ休憩してんのか？違う。休憩してへん。掘ってるよ。そしてこっからまた掘っていくのに、水がどんどん出てきたから吸い上げてたんですね。こんな感じで。これはすごいな。戦争とかでもね、日本軍って結構こう穴を掘り進んだみたいな話がありましたけど、こういうところから来てるのかもしれないですね。この資料館もほんとよくできてるな。で、前回のね、動画で見たところは、明治以降のね、話だったんで、いろいろ機械とか使われてましたけど、この頃は江戸なんで、もうほぼほぼ手作業みたいな感じですね。写真撮ります。ありがとうございます。こんな感じでやっぱ牛が使われたりとか、江戸時代いいっすね。江戸時代のものってなんかやっぱ風情はありますね。美術的にはね、やっぱ全然まだまだなんでしょうけど、芸術的にはいいっすね。しかしこれよくできてるのは実際にやっぱ来て見てほしいですね。すごいよくできてる。めっちゃ力入れてこの資料館も作られてるのがわかる。これ結構眺めてるだけでも大満足なんじゃない？一つ一つね。めっちゃ細かいね。めっちゃお金かけて作ってるやん。本当に億円の金塊触れますってなってるぞ。ちょっと持って帰ろう。そんな重いんや。いや無理だ、取り出したらできねえこれ。金塊取り出し体験中止いたしますよって。ほんまに奪う人が出てきたんや。これなんかみんなめっちゃ重そうやったけど、どうなんやろ。そんな言うても重たくない。言ってくれ。手が入らんけど。重たい。めっちゃ重い。何これ。持てない。何キロかな。12.5？ 12.5。時価2億円以上ってなってるけど、今金爆上がりしてるからな。多分3億とか超えてんちゃう？今16,000とかじゃないっすよね。もっと高いっす。いっつも10キロのダンベル持ってるけど、持ちにくいな。これ持ちにくいから。くそー。これ締めて深いから取れるんじゃない。本当っすね。やっぱりこれ金価格16,000ってなってるけど、今19,622円まで上がってるから、もっと高いよ。皆さんが動画見る頃は25,000円ぐらいになってそうやな。す
すごい。多くの動くけど、どこみたいな。あ、そうおおお行くか。はい、それでは持ち上げたいと思います。やるぞ。ありがとうございます。あ、ここそういえば前何やかんやで食べんかったな。それではお昼ご飯はですね、なんと佐渡うどんっていうのがあるみたいで、これ前回に来た時もちょっとね候補に入れてたんですけど、はい、ここ行きたいと思います。佐渡うどんなんて呼ぶんやこれ。佐渡うどん葵ですね。はい、こんな感じのメニューになってますね。佐渡うどん結構いいねするから楽しみです。飲みたいけど運転ですからね。うどんはね、あったかいのと冷たいのが選べたんですけど、あったかい方にしようかなと思ったんですが、この写真が冷たい方になってたんで冷たいのにしました。で、なんで佐渡うどんっていうかっていうと、長茂っていう海藻がうどんに練り込まれてるみたいです。佐渡の海藻がね、楽しみですね。静かだ。これが佐渡うどんです。こんな感じでいろいろついてくるのもいいっすね。これが南蛮エビ塩麹ご飯ですね。これが佐渡産ズワイガニ彩り前菜ですね。これがかき揚げですね。いただきたいと思います。海藻が練り込まれている。いいっすね。器とかも素晴らしいですね。こうビジュアルでも結構満足度高いですね。いただきます。しっかりコシがあるうどんなんですけど、やっぱ後味に海藻がねやっぱ練り込まれてるんで風味が箸置きがね佐渡島になってる前菜。めっちゃ豪華やな。カニいただきます。やべえ、これは日本酒飲みたくなるな。やばいぞ。上品。難点は静かやからリアクションが取りにくいぐらいですね。まあ僕だけですかね、そんな。味付けもいいっすね。これ海藻やな。これなんだろう。すいません。これは何になるんですか。これがね、はい長茂です。あ、これが長茂です。こちら練り込む。トロトロしてる。赤木ってやつですか。そうですそうです。はい、ありがとうございます。これが練り込まれてるよな。そしてこれが南蛮エビ塩麹ご飯。エビの独特な味でなかなか普通食べない味付けで。ここまで来た甲斐がある。あとはかき揚げ。なんかの塩って言ってましたね。忘れましたけど。ここの塩でしょう。さすがにここで急に全然違う場所の塩は使ってないと思うんでね。いきなりやがための塩とか使ってるはずないんでね。どっかわかりますか。神事ですよ。でかくてつかめんな。俺の箸さばきじゃちょっとつかみきれん。金はつかめたけど、かき揚げはつかみきれんみたいなね。マナー警察に怒られそうや。しかも鮭が入ってるかき揚げの中にそんな食感も初めてやな。素晴らしい。じゃあちょっとね、本当に誰一人喋ってないんで
あとは楽しませてもらいます。すいませんね。いや美味しかったですね。いやこのセット普通に東京とか京都とかで食べたら7000円くらいするんじゃないかって他のお客さんが言ってました。はい、うどん屋さんのね前にサボコーヒーっていうところがあって、ここも評価高いですね。ここも行ってもいいんですけど、僕朝にもうコーヒー飲んじゃったんでね、コーヒーは1日1杯って決めてるんでね、たまに破るけど、はい、これですね、サボコーヒー。これも気になる方は行ってみてもいいと思います。それでは私は次の目的地に向かいます。さっきの言葉撤回でやっぱりちょっと眠たくなるかもしれんから、テイクアウトでコーヒー頼みたいと思います。一杯だけここでいただいとくか。これはうまいな。本格的な都会的なコーヒーが佐渡でも飲める。最高。はい、いろいろ幅広いモーリーチャンネル、ちゃんとお寺とかも行きますよ。はい、国指定重要文化財妙泉寺っていうのかな、五重塔ですね。それを見に行きました。前回は行ってないとこばっかり行っても一つの動画組めるぐらい佐渡島は何回来てもいいですね。はい、妙泉寺の説明読みたいけど、もう全然読めんやんこれ。で左向いても関係妙泉寺ドライブイン、昭和感素晴らしい。これはこれでずっと残しといてほしい。そしてこの後ろにある石のところの文字もほとんど読めない。南無妙法蓮華経かみたいなこと書いてるけど読めねえ。達筆すぎて読めねえ。さあ行きますか。でもやっぱ外国人観光客が多いから、その方々になんかこう伝えるメッセージ多いですね。ノーペッツ。ペットとか外国人連れてくるんや。来た、五重塔。いきなりやるやん。すごい。山口市でもあったような感じの五重塔。すごい。存在感が違う。はい、この妙泉寺についてチャット GPT ではなくジェミニに聞いてみました。最近すいません、ジェミニの方にねちょっと浮気してるんでね。で妙泉寺の読み方も合ってるかって聞いたら、ちゃんと妙泉寺の読み方は妙泉寺ですと書いてます。日本の各地にある寺院の名称ですが、特に有名なのは新潟県佐渡市にある日蓮宗の寺院ですと。歴史、日蓮聖人が佐渡に流された際に出会った阿仏坊日徳上人が自宅を寺として開いた道場が前身とされています。境内に新潟県唯一の五重塔があります。国の重要文化財と。妙泉寺という名前の寺院は佐渡以外にも埼玉市、千葉県佐倉市、広島県尾道市などにも存在しますということですね。勉強になりますね、ジェミニ。ね、私は YouTuber なんでやっぱ Google のサービスを使っていかないとね。以上、妙泉寺でした。す
すいません、まだ寺がありまして、ね、勝手に終わらせましたが、まだ寺行ってなかった。立派やな。いやー、風が気持ちいいわ。いや、雨やからどうなるかなと思ったけど、結局ほとんど雨降ってへんやん。船着いた時にざっと降ったけど、それ以外はほぼ降ってないですね。しかも明日晴れるらしいから、結果全然問題なかった。奇跡ですね。いや、しかも雨が降っても全然楽しめるな。普通にこことかだったら多分美しい景色だと思うんですよ。雨が降っても素晴らしいじゃないですか。そこの庭園とかね。ああ、これはいいな。こういうなんかちょっとタイムスリップしたような気持ちになる場所が結構多いですよね、佐渡島って。前回行った時もそういう場所がありましたけども、すごいな、あの建物とか。これも素晴らしい。これを見ずして危うく帰るとこやった。すごいな。ゲームやん、こんなん。そしてまたここもすごいな、これ。杉？これはすごいわ。圧巻。さあ、今日天気がね悪いんでいろいろ予定変更しましたけども、なんとですね、明日が完全に晴れになりましたね。しかも今日結局ほとんど雨降ってないしな。今日も行けてたんじゃない？全然道も濡れてないからな。まあでも雨が降っても楽しめるところ来ました。砂金取り体験施設、金取って帰りましょう。楽しめるとこいっぱいある。いいカフェもあるし、佐渡西三川ゴールドパーク、これめっちゃ取って億万長者になって帰ります。大人が1500円。西三川っていうんや。西三川とか言ったけど、佐渡金銀山の中で最も古い、砂金山。なんと金が飾られてる。いいな。三菱マテリアル。小判もいいな。五右衛門はこんなん投げてたんか。ゲームの話ですけどね。ちょっといっぱい人が来たんで巻きで見ていきたいと思います。この辺で被る話もあると思うんで、ここは皆さん実際に来て確かめてください。なぜ金ができるのかみたいなことも書いてるな。地下に金鉱床のある山が風化侵食作用を受けると、岩石とともに金鉱床も破壊されて、中の金流も地表に出て雨に流され、やがては川に流れ込みます。これらの金粒が砂礫とともに川底に堆積したものが砂金ですと。金流の多く溜まっているところを砂金鉱床と言いますと。この中で岩石の中にある金で砂金、いろんな化石を飾ったりしてますね。珪藻土とかあるやん。ここでしか買えません。ゴールドチーズケーキ、小判クッキーとか。すごい。来ました。砂金パワーで金ザックザク。皆さんもこれ見たらザクザクですよ。ただの水っぽいけどな。体験30分。はい、お願いします。で、取れた砂金は最後この辺で加工もできますので、ぜひご覧ください。はい。一応これ穴開いてる方が、はい。自分の方ね。段差外側で。こういうこと。砂をすくいます。で、まずはひたすらゆすります。しっかりと。しっかりすると、重い砂金は下に沈みます。で、軽い石がどんどん上に上がってきます。そしてある程度ゆすったら今度、軽い石が邪魔になりますので、今度しっかり前に傾けてざっくり円をといらない上の砂が流れる。なるほど。はい。でまた戻します。ずーっと流してると沈みきれてない砂金を流してしまうので、またゆすって戻す。そうするとまた砂利が出てくる。そしたらまたそれを流す。でまた戻してゆするをしばらくこれ繰り返します。根気よく。
でまた砂利で打ったように流す。である程度繰り返すと砂利が抜けてサラサラな砂が残ります。こうなったら最後流すだけ。皆さん同じくこの段を使って流す。最後砂を全部流した時に皆さん最後一つ。こうやって最後の最後になってやっと分かるもの、これが先に立つ。なるほど。ああ、やるか。よし。まずはガバッとなんか取るって言ってたな。ガバッと。でなんかゆする。ゆする。でザバッとなんかよだれ出そうになった。あかんわ、これもうせっかちやからもう全部出したい。よし。全然重たい石出てない気がするけど、これ取れ高的に大丈夫か。おもろいかな。芸能人でもないのにそういうことを気にしながら取らなあかへんなったな。なかなかこれ沈んでる感じしないけどな。浮かせるんか。むしろどうなんやろ。重たいやつが上に上がるはずやのに重たいやつが下に行ってる気がするけど、合ってんの？どんどん細かい砂だけを吐き出してる気がする。合ってんのかなこれ。全然合ってる気がする。こんな作業ずっとやってたん？そらあんなゴールドバーとか億単位するわな。努力の結晶や。もう両手で回すのもしんどくなってきた。っていうか腰痛えな。あ、これいいんじゃない？手をこう置いて、ここで、これいいやん。こう回転させるといいんじゃない？ほんまおもろいんか。しかもこれさっきの人はなんかうまいこと取れたけど、あんな一粒毎回こんな一粒取れるんかな。最初にちょっと砂入れすぎた気がするな。よし、あとちょっとになってきたぞ。腰痛い。まだ金は見えません。そうですよね、皆さんもそうですね。僕の YouTube もそうでした。もういつまで経っても金脈が見えないみたいな。でもこうやってひたすら地味な作業をね永久に続けてて、今出してる動画もそうっすよ。金脈になるかも分からずね、毎回妥協せずにこうやって手抜きでやるんじゃなくて、そしたら最後にこうわずかな金が見つかって、そしてそれをね何日も積み上げてて、気がついたらちょっと小さいゴールドバーになったかなぐらいの感じですね今。それがまたこっから10年とか積み上げたら、気がついたら佐渡金山で持ったゴールドバーみたいなあんな感じになるんでしょうね。皆さんも人生のゴールドバー積み上げてますか？そんなことも教えてくれるんですね。旅立ちことをしですね。そんなことを佐渡で学べるんですね。もうそろそろ終わりやぞこれ。いけんちゃう、もうそろそろ。今回の動画は金脈になるか、そんなことを思いながらやっていくぞ。この腰の痛さも動画作る苦しさと似てる。編集さんが頑張ってくれて、みんなで頑張ってやっと掴む金脈。もういいやろ、もう終わりやろと思いながら何回も見ていったら、また直すところがあったりみたいな。あれ、もう終わりやけど金脈ないと。はい、最後の一粒やけど、あったあるかも。やべえ、ある。こんな雑にやっても金が取れてる。ちょっとこれ撮影しよう。腰痛い。腰痛い。ほら金が見えてる。ほらきたー、金見えてる。結構さっきの人より量産出てるんじゃない？危ねえ。ほらきたー。これでもういいんじゃね？やった。しかも結構な量出たんじゃね？やりました。この動画もヒットすること間違いなしです。皆さんにも運をお届けできます。いやー、腰痛いけどなんとかたくさん取れてよかった。じゃあここに入れていこう。すごい地道やな。こんなん機械で今やったらできるんじゃない？やったぜ。これでいくら分？これでも将来このまま置いとったら、今は何十円分とかかもしれんけど、これもし家にずっと置いたら、これがもう1億円とかなる可能性もありますよ。もう金は上がり続けますからね。これで全部取ったかな。すごい。きたー、取れた。金取れた。もう一回いくか。もう極めたんでね、めっちゃ取ったる。こうやって極める人も出てきてたんでしょうね。あっという間に先に出すみたいなすご技。よし、これは一日で極める。なんとなく分かった。こうすれば取れる。来たか。来たんじゃね。
来てるか、来てる。金の匂いがする。もう匂いまで感じ取れるようになった。来てる。いけるぞ。いけるか、いける。来てるんじゃね。そろそろ見えてくるか。来てるか、来てるんじゃね。よし、そろそろ出てくるはずやけど、なんか全然ないような気がする。やはり急いではダメなのか。誰が極めてんの？歩きがしないぞ。ナッシングでちょっと急ぎすぎな感じだったんで、ナッシングでお願いします。ビジネスはそんな甘いもんじゃないです。こんなことも学ばしてくれるんですね。あんだけ苦労してやっとちょっと取れたから、なんか極めたと思って楽な方法ばっかり選んで急いでやったら何一つ金脈は得られない。人生と一緒やな。悔しいです。まさに旅につことしない時はないからちゃっちゃっちゃってやった方がいいみたいな感じのアドバイスもしてましたね。たまたま運が良かった悪かっただけなのかもしれん。今度はもう超高速パターンでいく。なんやったらもうゆすりながら砂を落としていく手法でやろう。モーリー式先に取り。僕5つの粒取れたんで上出来って言われました。嬉しいっすね。褒められると何歳になっても嬉しい。来たか。でかい粒はもう手で取ってもええやろ。これはもう超高速。もう2分ぐらいしかかかってない。果たしてそれでも取れるのか。ないな。やっぱり結局急いだらダメなんじゃない？やっぱ急いだら取れんな。ダメでしたね。やっぱりああやって時間かけてコツコツしっかりやるっていうのは大事だよな。もう YouTube も一緒やな。動画もやっぱり手抜いたらダメですね。手抜いても金脈はない。そんなことを教えられた気がします。はい。何も出てきません。やっぱ手抜いてやったら。ナッシングです。5粒オールです。5粒オール。ありがとうございます。今日毎日ここに通って本当に砂金一粒一粒を集めていって、気がついたらバーにできたみたいなこともありえるんじゃない？それも努力の積み重ねやな。皆さんどうですか？毎日一粒一粒集めてね、5年続けたらゴールドバーぐらいできるかもしれないですね。それで人生上がるかもしれない。金山トリー。はい、今日のお宿に到着しました。今日のお宿はですね、ここですね。ゲストビラオンザビーチですね。っていうところになってまして、すごい綺麗ですね。すごいですね、風が。本当はね、今日サップする予定だったんですけど、佐渡サップっていう業者さんにね、連絡してて、紹介させてほしいみたいな話もさせてもらってたんですけど、連絡来まして、やっぱこの雨がどうのこうのより、やっぱこの風は中止せざるを得ないということで、いや、本当にね、なんか売り上げ重視だったりとか、そのプロモーション重視だったらね、強行してもおかしくない感じだったけど、そうやって安全第一でね、中止を決断してくださって、お会いしてはないですけど、いや、本当に素晴らしいなと思いました。夕日を見ながらサップとか、なんか夜サップとかできるんでね、僕はちょっと体験してないし、お会いもしてないんで、あれですけど、その対応はすごい信頼できる方だなと思いました。夕日見れるかどうかやな。じゃあちょっと部屋の方見たいと思います。なんかゲストハウスみたいな感じで書いてるけど、めっちゃ綺麗やな。一軒家みたいな感じ。こちら共用スペースになってますね。いい感じですね。仕事集中できそうなスペースありますね。でここでなんか晩酌とかしてたらね、ここに泊まってる方々とこうお話をしてみたいなことも、ゲストハウスならではのね出会いがあるかもしれません。そしてこうビーチを眺めながら、今日はねちょっとビーチ荒れ気味ですけど、めちゃくちゃ天気がいい時なんかは綺麗なんじゃないでしょうか。そしてこのオープンなキッチンスペース、ここも自由に使っていいということでね、冷蔵庫なんかもこうゲストハウスおなじみですね。調味料は自由に使っていいと。多分これ誰かがリンゴジュース置いてるのか飲みたいな。はい、こんな感じで、はい、いろいろ。で朝食もあって、明日僕は朝食違うところで食べようと思うんですけど、ここで500円払えばセルフコンチネンタルブレックファストみたいな感じでいただくこともできます。はい、でゴミなんかもここに捨てる感じだし、こんな感じで食器類も全部あります。はい、こんな感じで掃除道具とか食器類全部ありますね。
こんな感じですね。記憶に新しいところでは僕のね石垣島の動画ですね、八重山諸島を所有した時の拠点にしたゲストハウスがあったと思うんですけど、そこの感じに似てますね。すごいこう環境が綺麗で、それでいてゲストハウスみたいな感じ。そこでもね結構そこのゲストハウスに泊まってる人たちと一緒にご飯行ったりとかしましたけども、はい、こんな感じでコーヒーとかは自由に飲むことができます。ゲストハウスでありながらこうサービス面しっかりしてるところもあるということですね。いいっすね。はい、いろいろあります。はい、こんな感じでパジャマ借りれますし、本とか自由に借りれます。オーガニックコットンとかかな。かなり質のいい感じです。これはいいっすね。でシャワーとかトイレとかは共用のタイプになってますが、かなり綺麗ですね。アメニティなんかもちゃんと用意されていて、こんな感じでドライヤー類もあります。でシャワールームもかなり綺麗な感じですね。はい、今回宿泊する部屋はここですね。ツインルームみたいな部屋になってます。すごいおしゃれですね。木がすごくいい感じに使われてて、ベッドも上質な感じ。いいっすね。そしてデスクも横長やからもう机いっぱいに仕事道具広げても大丈夫。素晴らしいですね。でおしゃれにエアコンもこう隠されていて、オープンな感じのところにハンガーとかがあって、こんな感じでタオルとかクッションもある感じです。めちゃくちゃシンプルですね。でお風呂とかトイレとかその辺は共用だし、くつろぐところも共用であるので、そこをこううまく使うといい感じですね。だからゲストハウスの上質版って感じです。その代わりね、お値段も割とします。安くはないですね。ただ素晴らしいですね。であと1個注意しないといけないのが、防音はしっかりされてる感じじゃないですね。ゲストハウスっぽい、もう本当に隣の喋り声とか聞こえてくるって感じなんで、そこだけは要注意ですね。もう本当ゲストハウス感覚だけどゆったり過ごせるっていう、新しいコンセプト。最近は増えてきたけど昔はなかったスタイルの宿になってますね。気になる Wi-Fi の速度はお来てるな。45。ぼちぼちやな。ゲストハウスだったらもうちょっと行ってもいいけど、そこそこな感じですね。アップロードがちょっと遅めか、20メガとかか、もうちょい行くか、17ぐらいか、いけるか、17。普通の人だったら全く問題ないですけど、私たち YouTuber にとってはちょっと遅めかもしれないですね。ゲストハウスだとなんか早いイメージなんで。はい、ここに来てね、ちょっと風が強くなってきたんですけど、街歩きをしながら、今日朝じゃねえよ。なんで朝今から予約してるね、5時半に予約してます。寿司屋さんに行きたいと思います。本当はね、行きたい寿司屋さんが別であったんですけど、なんと今日定休日だったんで、はい、そこには行けませんでした。なんでここ行かんねやみたいなツッコミが入る前に言っときたいと思います。で、本当はね、7時からお寿司屋さんも予約してたんですが、今回サップできなくなったので、その分前倒しで寿司屋さん行って、2軒目にこの辺でおすすめの焼き鳥屋さんかな、宿の方もおすすめとおっしゃってたところに行きたいと思います。なんか既視感あるな。この辺見覚えがある。前回の時もちょろっとこの辺走った感じがするな。ちょっとスマホを見たいけど雨が降ってて傘を持ってるんで確認できないっていう。佐渡キムチとかあるな。キムチ屋さんもある。本当にここだけ歩いてるとなんか島感がないというか、本当に普通ですね。言ってみれば僕らが本土とかって言ってる場所も島ですからね、世界的に見たら。いや、そんなこと言ったらもうどの場所も島っちゃ島ね。でもなんか自分が小学校の頃とかに近所がこんな感じやったなっていうような雰囲気やな。結構昭和な家が多い。ここも居酒屋がこんなところにある。居酒屋があって、ここはもうさすがに空いてなさやな。スナックリンリン、あんまリンリン感がない感じになってた。ここもスナックなんて呼ぶんや。ここもちょっと久組消えた跡がある。ちょこちょこなんかお店はある感じですね。車はね、その南の離島みたいな感じにボロボロの車があるっていうよりは結構綺麗な車が多い印象ありますね。なんか錆びついてボロボロみたいな車はないですね。なんかでも最近あんま見なくなったな、それも。やっぱ塗装技術がアップしてるんか綺麗ですね。潮風に当たっても多分そんなに錆びないんじゃない？角屋旅館とか。スナックアイクローズ。
そらそうか、まだ5時台やもん。結構店あるな。スナックアリスっていうか、スナック多いな。今こそ飲む時。うまいこと言いましたね。旅館もあるな。ヘビの目居酒屋、あれ何かわからん。やばい、字が見えない。あ、ここも旅館。あ、さっき見た旅館か。あ、違うわ、あれも旅館っぽい。どっちだ、こっちかな。そこなんかグラウンドみたいのもあるな。既視感あるところだけど全然通ったことないとこでしたわ、多分。前回の動画でね、ラルゴっていう喫茶店行ったけど、その辺りっぽい感じですね、今確認したら。だからなんかちょっと既視感があったね。なんかタイムスリップするような場所が多いから、ここもなんか自分がタイムスリップしたのが夢で見てデジャブ感とかあるじゃないですか。あれ、ここなんか夢で見た気がするぞみたいな、そういう感じになってたんかなと。あ、なんかあそこ鳥居とかもあるな。焼肉やす何これ缶っていう分。本日は6時より営業いたします。今5時25分。まあ普通やな、6時から。すごい、謙信って書いてる。何あれ。なんとか信用金庫の略かな。ここに来て雨降り出したの。ほんまに明日晴れるんか。まあでも観光行くときは雨降らなくてよかったわ。謙信。新潟謙信、新潟県信用組合っていうのを謙信っていうんで、そんなんどこの県も謙信になってまうやん。で、兵庫県信用組合とかあっても謙信になってまうんじゃないのこれ。ライトスタジオ。カメラ撮るとこかな。いや、ほんと車綺麗やな。だから島感がないんかも。写真館。そういえばどっか歩いてる時もなんか写真館が多いなみたいなこと言ったような気がするな。佐渡島だったかな。あ、小学校じゃないですか。さすがに佐渡島ぐらいの規模になると小中学校とかじゃなくて小学校と中学校とか分かれてるんでしょうね。ここなんやこれ、メロウス茶道みたいな宿かな。あ、歯医者もある。電話ボックスあるぞ。まだあったんや。はい、今1軒目実は終わりました。おい、映像ないやんけみたいね。いや、そうなんですよ。ちょっとね、僕予約してたんですけど、撮影のことはね、当日説明しようかなと思ってやってたんですけど、結論から言うと撮影はできなかったです。で、その理由が、本当にね、僕も、いや、確かにおっしゃる通りだなと思ったので、とはいえ、やっぱり僕も予約ね、させていただいたんで、しっかりお金を落として帰りたいなということで、ちゃんとっていうのもおかしいな。普通に楽しんで帰ったんですけど、そのなんで撮影ができなかったかというと、結構今、佐渡島って、めちゃくちゃやっぱ人気になってきてるみたいで、インバウンドの方とかね、めっちゃ来るようになって、対応が結構大変だと。で、僕みたいなね、インフルエンサーが紹介すると、なかなか大変だと。で、その後継ぎもなくやってるので、結構厳しいみたいな。ね、どんどんお客さん入れたいっていうよりは、常連さんだったりとか、そういう感じでやっていきたいみたいな。それはおっしゃる通りだなと思いましたんでね。はい。美味しいお寿司をいただきました。で、この辺、お寿司屋さんが何軒かありますんで、どれかっていうことですけど、具体的にどこのお寿司屋さん行ったかとかは、僕の口からはお答えしません。でも本当にめちゃくちゃ美味しかったし、しかもめっちゃ安かったし、いろいろ面白い話聞けましたね。その金山の話だったり、その歴史的なね、話だったりとか、何よりね、海水温がやっぱ今すごい上がってきてて、マグロがすごい取れるようになってきてるとか、サンゴもね、できてきてるとか、沖縄ではやっぱ海水温上がりすぎて、サンゴが死んでるみたいな話はよく聞きますけど、長崎離島でもね、なんかサンゴができてきてるっていうことでしたが、この佐渡にもなんとサンゴができてきてると。今までの常識が変わってきてる感じでしたね。佐渡の土地にはまだまだ金が取れるみたいな。でももう深いところまで掘り進んでるから、そっから先を金取ろうと思ったら80度を超える温度のところを作業しないといけないから、もう人間の手ではできないと。機械でやらないといけないみたいな。じゃあそのコストどうすんのみたいなところで、まだその採算が合わないから、やらないみたいな感じらしいです。面白いですね。で、明日僕晴れるから、二つ画面のところで泳ぎたいみたいな感じで言ったら、二つ画面のところは海水浴場にはなってるけど、黒潮が入ってるところだからそんなに水きれいじゃないよと。泳ぐんだったら前回のね旅で行ったタライに乗れるところがあったと思います。宿根木っていうところか、その近くで泳ぐのがいいと聞いたんで、そっちの方がここから近いので明日そっちで泳ぎたいと思います。そこは本当に綺麗だよと。
ということでね、やっぱ地元の人に聞くのが一番ですね。そういうね、いろんな話をして楽しい時間を過ごせます。でもその寿司の様子だったりとか、僕のね寿司のリアクションだったりとか、それはお見せできませんけど、この僕の今の表情とか、それで判断してください。皆さんだったらわかるでしょ。やっぱ素晴らしい佐渡。でもやっぱりね、僕も佐渡のその観光だったりとかより良くなってほしいので、それをかき乱すようなことはやっぱりこうインフルエンサーとしては避けたいなと思いますので、皆さんご自身で言ってください。それとモーリーが食べてたあれ出せみたいな、それでも無理なとこがあるじゃないですか。あとね、なんかそうそう、ここに日本一のママさんがいるスナックがあるって言って、このアリスってとこがあれって教えてもらったんですが、なんと今のところまだ開いてない。いつ開くんだ。本当に今日開くん。一応Google では開くってなってるけど、ここが日本一のママさんらしいです。だから次行きたいと思います。開くのが7時からで、まだ6時53分だから開いてないということか。じゃあ後でここは行きたいと思います。そういう情報をね、いろいろ教えてくださったんで、決してね、撮影断られたからといって僕は全然ネガティブに思ってないですし、皆さんもそういう目で行ってもらえればと思います。やっぱりなんていうんですかね、後継ぎがいなかったりする問題とかもあるみたいなんですよ。前回の旅の時もやっぱお店早く閉めたいとか、気まぐれでこう休んだりとかっていうのも、もうね、お年を召してこう、そんなガンガンお客さん来られても困ると。そりゃそうでしょうね。で、メニューなんかもたくさんメニューあると大変だから絞るとかね、そういうのも考えさせられますね。僕もなんかいろいろ手広くこうどんどんビジネスやろうと、若い時ってまだまだ若いんですけど手広くしがちですけど、それでね体壊しちゃったりとかしんどくなったら大変なんでね、そぎ落としていく、厳選していくみたいなことは、めっちゃ大事だと思うんで、まさに考えさせられましたね。なのでちょっと今まで初じゃないですかね。でもなんか取れなかったみたいなのありますけど、でもあるか、金沢の片町飲み歩きでも一見取れなかったみたいなのありましたね。それぐらい行き当たりばったりでやってるということです。ここってここ行ったとこやん。ラルゴやん。ここ行ったな。見覚えあるなと思ったら来ましたね。2軒目ですよ。お酒もね、そういえば金鶴っていうのを飲みました。なんか並んでるな。もしかしていっぱい。こんな感じのメニューになってます。おすすめ頼も安いの。飲み物がこんな感じです。南国ドリンクフェアとかやってるけど、別に僕はこれはいいかな。クマコーラ。最初の一杯みたいに飲んでますけど、2軒目ですよ。勘違いしないでくださいね。濃厚な1軒目を過ごしていただけてますから。お通し一ついただきます。きました。手羽先の塩とネギマのタレ、そして手作りつくねのタレです。めっちゃ俺のとこだけ影になってるけど、いいか。これで取るか。犯罪を犯した人みたいな感じになってるけど、じゃあこれ手羽先の塩いただきます。味付けがまたうまい。ありますよ。ミャンマーから来てるんです。ミャンマー、ヤンゴン。いろいろ問題になる前に行きました。コロナの前に、内戦の前。今はもう行けるんじゃないか。今行ってる人結構いるから、写真あると思うな。ミャンマーの。ミャンマー、これ。いや、シェダゴンパゴダ。2019年。ミャンマーの方がいらっしゃいましたね。ミャンマーはね、僕は YouTube 始めた頃に行ったとこですね。その動画を見た人はどれぐらいいるか分かりませんけども。10年ぐらいですか、歴は。YouTube ですか。7年弱ですね。だからミャンマーは YouTube やりだしてすぐに行ったとこっす。ヤンゴン。ヤンゴンだけやったかな。確かヤンゴンだけやったと思う。マダリーという町。マダリ。マンダレー。いや、行ってないな。にぎやか。ミャンマーいい国やね。ネギマの塩。ネギマのタレや。佐渡島っていうことを忘れるうまさやな。普通になんかこう毎日通いたい焼き鳥屋みたいな、そういう味っす。
僕が佐渡島に住んでた毎週買うわ、これ。これがささみチーズのタレで、これがせせりのタレで、これがレバーのタレですね。うまそう。レバーとか品質良さそうやな。つくねチーズ。じゃあつくねチーズじゃねえよ。ささみチーズか。ささみチーズですね。僕も大学にもありましたね。ささみチーズカツね。うまかったな。うまい。懐かしさすらある。で、つくねじゃねえよ。せせり。これはなんかすごい上品な感じの仕上げ。味付けもあっさりした仕上げですね。レバー。レバーがあっさりめな味付け。佐渡五条ということで、こんな感じです。これが、小畑酒造。小畑酒造の間の鶴ですね。これ前回の旅でもいただきました。はい。そして、その次がこれですね。加藤酒造店ですね。金鶴です。有名ですね。で、これが、変味酒造。マーヤっていうやつですね。で、これが、天領杯酒造ってやつ。これ銘柄書いてないな。天領杯ってやつかな。そしてこれが、これ有名ですね。北摂酒造ですね。北摂です。小畑酒造からいただきます。小畑じゃない。小畑酒造ですね。間の鶴。キレがあるけど、フルーティー。でもキレがないですよね。キレッキレですね。今日の俺みたいな。金も5粒取れたしな。そしてこれが加藤酒造。金鶴。さっきの寿司屋さんでも飲みました。こっちの方がフルーティーやな。キレあるけど。でもなんかさっき寿司屋さんで飲んだやつはまた違うな。寿司屋さんで飲んだやつもっとまろやかやって。同じ銘柄だけどなんか種類が違うんでしょう。次は変味酒造。これ初めてな。マーヤ。これもフルーティーでキレがあるんですけど、後味がドライな感じですね。で、次は天領杯酒造。これはめっちゃフルーティーやな。今のところこれ結構好きかも。で、これが北摂酒造。これもフルーティーでキレがあるけど、フルーティーさが強いですね。小畑酒造と加藤酒造は結構近いかも。一つだけ違うかったのは天領杯酒造だけがちょっとフルーティーな感じしたな。北摂もうまいですね。でも全部美味しいですね。さすが佐渡の日本酒ですよ。どこの辺ですか？その泳いだらいい場所って。なんかこの辺って言われたんですけど、この辺で泳いだらいいみたいな。あそこ行けますね。もっといいとこあるんですか？こっち？やばい。めちゃいいんですか？虫屋っていう場所知ってます？虫屋知らないです。最近ちょっと有名になってきたんだけど、冬でも青いんですね。どこですか？ここいいですか？ここで明日泳いでいいですか？ちょっといいですか？はい。ここですか？秘境ですか？いいこと聞いた。内緒ですよ。教えたらダメですよ。楽しみになってきた明日。寒いから泳ぐのやめようかなぐらい思ってたけど、頑張ろうかなっていう気分になってくるな。本当は寒くならないよう上着みたいのをね、楽天で買ってたんですけど、まだ届いてないんですよ。だから普通に夏の格好で泳がなあかんけど、頑張ろうかなっていう気になってきますね。何やねん、この影。なんと視聴者さんがいらっしゃいました。ありがとうございます。飛び落ちことです。はい、で嬉しいです。仕事が国関係の仕事やってるんで。服ですか？本当ですか？もうセレクトショップに勤めてる。そうなんですか。僕も今パンツがなくて、前アスカ3乗ってて、ラグジュアリークルーズ船やのに、パンツ破れて、ちょっとこう破れて、でももうないから、もうこれでいったるみたいな。上めっちゃスーツみたいなジャケット着てるのに、下はちょっと破れてるみたいな。オープンスタイルで行くみたいな。僕の動画めっちゃ長いんですよ。めっちゃ長いのが特徴なんですよ。まあでも長いですけど、全部手抜きなしでは作ってるんで。長尺って途中慣れて見れなくなるんですけど、最後に完成された。ありがとうございます。今ちょっと録画してたんで使わせてもらいます。視聴者さんに出会って言ってますよ。長尺でも最後まで見れるって。見てますか皆さん。お願いしますよ。岩のところとかでドローンが増やす。そうですね。明日めっちゃドローン飛ばそうかなと思ってます。まあ風次第ですけどね。今風強いから。いつまでいらっしゃるんですか？朝って帰るんですか？僕はもう明日帰って、明後日から淡島っていうちっちゃい島が横にあってます。あそこへ行くつもりです。はい。
基本的に旅チャンネルじゃない。旅です。旅結構年間でめちゃくちゃ行ってるんです。1週間に1本動画出してるから、普通に考えたら月に4回旅行かないとダメですよね。ダメですね。てかもうこれが仕事ですからね。普通の仕事ついてる身からすると、めちゃくちゃ大変じゃないですか。まあ大変ですけど、今までいろんな仕事やってきたけど、一番楽しいですね。誰も搾取しないじゃないですか。そう。別に誰かからお金をもらって見てもらってるわけじゃないし、みんな喜んでくれるから、そう。それで僕も儲かるから、で、旅好きだし、みたいな。最高の転職いや、そう。佐渡牛串っていうのがあって、それをぜひ食べてほしいって宿の人も言ってたから頼んだんですけど、オーナーの方じゃないとそれをさばけないということで、でもなんかもう1チャンネルが来ているからということで、今からオーナーが来てくださってそうです。ありがたいです。オーナーの方来られました。ドラクエのレベル上げしてたそうです。羨ましいな。離島でドラクエのレベル上げとか、俺が将来したい生活やんけ。その前に YouTube のレベル上げなあかんな、俺は。よく見たらドラクエのキャラいるやん。知ってるかこれ。佐渡牛串。じゃあ、いただきます。佐渡牛串。わさびで。わさびつけすぎか。いや、お前滑るやんみたいな。ちょっと待ってください。厳しくジャッジするんで。めちゃくちゃうまいやん。わさびをつけすぎたから、わさびと戦ってる時間があった。肉汁がすごい。これは素晴らしい。さすがオーナーじゃないと作れない。最高です。極上。オーナーじゃないと切れないのは切り方でいろいろ変わってくるんですか？そうですね。ちょっとサイズ見すぎるともったいないから。それがちょっと一番の要因ではあります。確かに切りすぎやろみたいな。切り方があるんとかじゃなくて、原価ギリギリで出してる。値段倍にしたいぐらいだけどギリギリやってるから、手前との人とかに切らしたら大きく切りすぎて大赤字になってしまうから覚えてる。勉強になるな。僕が動画の最後はね、自分で手を入れてリリースするみたいな、こだわってるみたいな、それに近いかもしれないですね。それはちょっと違う。まあでも似たような感じですよ。そこでね、僕が手に入れちゃうと大赤字になる可能性がある。ここに置いとくと。そこは経営者として守らないといけないということで勉強になります。でもなんか体調悪くされてそうでね、ちょっと夏働きすぎたなぁと。いや、俺も何とかやべえと思う。夏忙しかったみたいですね、佐渡島の人。佐渡島の方みんななんか夏めっちゃ忙しかったみたいです。新潟はやっぱりスキー場の関係で冬が多いです。佐渡はもう本当に夏ばっかりで、冬はほとんどいないですよ。あ、そうなんですか。8月がピークでも冬の方が魚とか美味しいって聞きましたけど。そうなんですけど、やっぱり割れた海越えてまで来るかなって。ああ、そうか、来る時に揺れるんです。ああ、そういうことか。毎日じゃないですけど、確率もかなり高い。なるほど。今ってトキエアはもうここ飛んでないんでしたっけ？トキエアまだ試験。試験ルール。なんか今日ホリエモンが取締役入ったって言って。おそらくやると思います。やりますよね。佐渡成田。佐渡成田なんですか。直行便ですか。そうなんですよ。僕らも海外にも行きやすくなって。そうか、こっちからも行けるのか。あとは今の人もかなり来やすくなって。確かに本当にそうですね。今まで佐渡新潟からしかなかったです。そらね、佐渡新潟だったらまあ船でもいいかなみたいになっちゃいますよね。伊丹佐渡とか飛んでほしいな。ということはそういう路線ができた時にまた僕の動画も見られるからめっちゃ再生伸びるんちゃん。お願いしますね、ホリエモンさん。はい、めっちゃ美味しかったですね。まあ美味しかったっていうよりもいろいろ話できたのが良かったですね。なんかやっぱ YouTube やってるみたいなことで、ね、いろんな話を教えてくださったりとか、その明日泳ぐ場所とかもね、本当に親身になって、教えてくださって、風が強かったらやめておいた方がいいみたいなね、こととかありがたいですね。でもなんかやっぱ話聞いてると、ここ最近めちゃくちゃ忙しくなってるみたいですね。この夏は本当に観光客がたくさん来て忙しかったと。だから体調崩すぐらいまで忙しかったみたいなこと言ってたんで、これからその
沖エアとかが成田佐渡とか就航したらまた忙しくなるんじゃないかなと思うんですけど、その辺ねいろいろ解決しないといけない問題もあるのかなっていう感じはしました。ご飯は冬の方が美味しいけど、今船でしか行けないから、船がやっぱり揺れちゃうから行かない人が多いみたいな。それも飛行機が来れば解決していくんで楽しみですよ。なんかここもここ宿居酒屋なんかいろいろ店ありますね。はい、スナック行こうかなと思ったけど、ちょっともう明日泳ぐし2軒十分お話できたんで、スナックがたくさんあるということだけお伝えして今日は終わりたいと思います。そうじゃないと5時間ぐらいの尺になっちゃうんでね。じゃああとはコンビニでちょっと宿で飲む分だけ買って今日は終わりたいと思います。さっき見た宿かなと思ったとこも居酒屋でしたね。そこもかなり評価が高そうなんで、興味ある人は行ってみてください。いやほんと何回来てもいろんな楽しみ方できるな。お店をこうね探していくだけでもいろんなバリエーションあるし、泳ぐところもいっぱいありそうやし最高ですね。歩いて5分ぐらいのところにコンビニもありますね。これは安心や。はい、今もう朝11時ですね。もうチェックアウトの時間になってしまったんですが、なんということでしょう。昨日の嵐とは全然違ってて、めちゃくちゃ晴れてるじゃないですか。それなのに11時まで寝て、11時まで寝たら10時ぐらいまで寝てしまった。これは今日泳げるかもしれんな。風ちょっと気にしてたけど、風もなさそうやな。最高じゃないですか。はい、ちょっと目の前まで出てきました。真野湾ですね。これ目の前にあるのが真野湾になってますね。で、あそこに見えるのが二見半島ですね。そしてこちら側が小木半島と、言われるものになります。昨日のね雨でまだちょっとなんか水は濁ってるような感じはしますが、波は穏やかになりましたね。昨日は本当にサップなんて絶対無理みたいなレベルだったけど、今日はまだギリギリいけるんじゃないかなっていう感じはしますね。本来だったらここの場所でサップをして、夕日が見えるような感じでした。いや、ぜひね皆さんも体験してほしいですね。ここ現在地になってて、散歩するにも良さそうな感じですね。では今からですね、めっちゃ遅いですけど11時超えてるんですけど、モーニング食べに行って、そっからちょっと泳ぎに行って、また遅めのお昼ご飯食べて、そっからはトキを探したり、ドローンで空中から見れるようなとことかね探したりとかしたいと思います。さあ宿からねもう歩いて行けるような範囲ですけど、そこに朝食の食べれそうなこのプチドールというところですね。で駐車場がこの目の前でなってて、なんか結構分かりづらい場所にありました。ここでいいんかなって感じですけど、これは学びありそうやな。大きいうまいその上安い、努力で勝つ。モーリーチャンネルも長いうまいその上、ちょっと思い浮かばんな。努力で勝つは一緒です。じゃあ行きます。佐渡のスイーツプチドール。映っていいんですよ。綺麗ね。はい。もう綺麗なんで、どう映しても綺麗なんで。YouTube やってるんですか？インスタ？あ、インスタですか？生徒30人ぐらい。いや、すごいすごいです。僕 YouTube16 万人いるんで。すごい。はい。これいいっすね、努力で勝つって。努力で勝つのが一番嬉しい。やっぱそうっすよね。僕も努力で勝ちたいんで。お前断然人気、これにします。努力で勝つ。他にはなんかおすすめありますか？ああ、じゃあそれも。いやいや、もう買います。もうお金使いたくてしょうがないんで。島チーズ。生活どころかたくさん儲けさせていただいております。はい、今回も佐渡汽船さんからのご依頼で撮らせてもらいに来て、はい。1000人ぐらいで。いやでも1000人ぐらいに行くまでが一番大変でした。僕も1000人行くのに1年ぐらい本当に仕事にしようと思ってやってて1年かかったんで、でもそこからはペースが上がってくるんで、はい、やっぱりねいろんな人が広めたりとかするからだんだん雪だるま式に。見ます私のも。あ、はい。真ん中。はい、宣伝します。2箇所あって、はい、合わせると1000になるの。合わせると1000ですか。1箇所だと、はい、これが900くらいだった。佐渡プチドール。佐渡プチドール。僕もフォローしておきますね。あ、お願いします。今日は31になる。
もう何年やられてるんですか47年くらい。 47年。僕の年齢と一緒っすね。今年47なんで。 52年ぐらい。53年生まれです。はうちの長男が51年で、い。あ、51年。が57年。あ、近いっすね。じゃあそのお子さんができてすぐぐらいに長男が2歳はいはいはに、いやり始めたんですか。それでずっと続けているんですね。じゃあ今おいくつなんですか。いくつでしょう。でも70はなってますよね。下手したら80近いじゃないですか。50じゃあ僕は40いくら。そうか違うな。74。ああすごいな。めちゃくちゃ元気じゃないですか。いいっすね。努力で勝つ。なんか最近で努力を良しとしない風潮もあるじゃないですか。ワークライフバランスがね。僕はやっぱ努力大事だなと思ってるので、結局ね、凡人が稼ごうと思ったらもう努力しかないじゃないですか。苦しい努力じゃなくて、ああ、そうですね。苦しい努力の方がいいかなそうですね。はい。だから僕の YouTube は大変ではあるんですよ。この YouTube って撮影もそうだし、編集もめっちゃ大変なんですけど、でもめっちゃ楽しいから、結構没頭してやってるみたいな。これはおけさポテト。みんなにサービスしてるんですね。じゃあ一旦食べて、美味しければ買ってくれるわけよ。なるほど。じゃあ厳しくジャッジさせていただきますね。厳しいですからね僕。そんな簡単に買わないですよ。おけさポテトね。うまいやん。買います。スイートポテトみたいな感じですね。これはどこの芋使ってるの？佐渡。なんか佐渡の芋とかだと地熱でなんか変わりそうですね。結構ね、お土産に買ってきてください。でこっちが？島チーズ。これはやっぱ佐渡のチーズですか？島チーズ。これもちょっと厳しくジャッジさせてもらっていいですか？はい。美味しかったんで買います。これも美味しいっす。で、はい佐渡島の形なんですこれ。ああ、デザインにも意図が込められてると。で、これおかさがきの入ったチーズケーキなんで、これもちゃんと意味込められてる。大事ですね、デザインに。いや見てください本当に。はい。いや見てますよ。僕もデザインする人間なんでわかりますよ。カキって書いてるね。そうです。はい。わかりますよ。はい、波の上島ラスク。うまいよ。じゃあ努力で勝つ。これ食べきるのも努力が必要なぐらいのボリュームやけどな。いただきます。シールもらったけどなんだよ。うまっ。なんかカリカリしたような食感のパン生地の中にふわっとしたカステラ生地みたいなのが入ってて、うまい。それ食べ進んでいくとクリームも入ってるからめっちゃバランスいい。これは努力して作った感が出てくるな。何より楽しいっすよ。このお店に入った瞬間にすごいなんかこうプラスのエネルギーがもらえるような感じがして、これが素晴らしい。ついついいっぱい買っちゃいますね。最高。サイコロ振るイベントまですごいいいっすね。これはどうなるんですか？サービスカードをはい交換したら、でこれ出た目でなんかもらえるんですか？ポイントが増えるから。ポイントが増えるんですね。いっぱいサービスしてくれる。へえ。全然もういやでもいろんな企画を考えるのは素晴らしいですね。1% 使ってないけど使ったポイント入れてあげる。素晴らしいな。ありがとうございました。はい、この辺りにね、シュノーケリングのめっちゃいいスポットがあるって昨日ね、飲んだところで聞いたんですけど、どこが入り口かわからなくて、さっき端っこに民家があったんで、そこの人に聞いたら、港の方に止めて、そこから歩いていく方がいいよと。行けなくはないけど、結構崖を降りないといけないし、草が生い茂ってるから、やめておいた方がいいということで、港の方から歩いていきたいと思います。優しいですね。いろいろ教えてくださる。しかしこんな場所にも人が住んでるっていうのが素晴らしいですね。綺麗な畑とかありますね。こちら側ですね。ここから降りていったところですね。ここもなんか港があってすごい穴とかが見えるんです
した。このことを言ってたんだと思いますけど。はい、とりあえずここからどっかわからんけど採取禁止とか書いてるけどな。サザエとか取ってはいけないって書いてるっていうことはやっぱ潜る人がいるっていうポイントなんですね。ここですね。はい、今現在地ここで、ここからこう歩いて、ここって言ってたな。ここがいいって聞いてた。ここまで行こう。一応歩けるようになってるんや。これでいい。でも誰か歩いてるな。あそこ人いるな。これはまた秘境やな。道なき道やけど誰かが歩いてるからちょっと歩きやすくなってる感じはあるな。これはもう地元の人に聞かなければ分からなかったスポットやな。僕みたいに泳ぎに来る人は今いなさそうですけど、なんか釣りをしてる人は何名かいますね。釣りする人に聞いてみてもいいかもやけど、釣りの邪魔になっても嫌だな。でもここのやっぱり岩もすごいですね。でも人がいるだけで安心ですね。尖ってる岩もあるから要注意ですね。いった。すごい、もうこの辺はだいぶ道がない感じやけど、これこそやっぱ佐渡っぽい感じするな。この溶岩石みたいな、これはドキドキするな。ドキドキっす。地元の人なのかな。こことかもすごいな。うわ美しい。これで泳ごうと思うんですけど邪魔にならないですかね。大丈夫ですかね。大丈夫です。あれですか。ここで、はい、大丈夫です。本当ですか。はい、なんか地元の人はここがめっちゃ綺麗やって。そうですね。ダイビングの。そうなんですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これは綺麗だぞ。これはすごい。地元の人も綺麗やって言ったから安心ですね、そういう意味では。これはすごいわ。さあ泳ぐぞ。行くか。こっから入れるかな。
はい、それでは戻りたいと思います。今ね、2時27分で、4時5分のフェリーに乗るので、ここからだと1時間ぐらいかかるんで、お昼ご飯食べれそうにないっすね。いやー、ちょっと景色が良すぎて、長居してしまいましたね。まあでもこれは旅でしょう。ね。すべて完璧に朝ごはんと昼ごはん食べないといけないなんて、誰が決めたわけでもない。自分の好きなように予定組んでいいんです。なので、一応ね、食べに行こうと思ってた島風味っていうね、まあこれはもう本当に多分佐渡島で、今もう多分人気急上昇中の YouTuber さんもほとんどの人が紹介してるんじゃないかな。そこに行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとそこの前ぐらいだけ行って、まあこんなとこですっていう紹介だけして、もう本当は食べたいけど、間に合いそうにないんで、もしね、ちょっとこう走ってて急にワープするみたいな奇跡的なことが起こったら食べますけど、多分起こらないんで、そのまま港の方に向かいたいと思います。いや、でもやっぱ晴れると全然また違う楽しみができますね。絶景すべてが。先ほどドローンでも撮りましたけど、めちゃくちゃ透明度綺麗でしたね。あ、そうそうそう、その感想も言いたかったんですよ。前の動画で泳いだとこはすごい海藻が多かったんですけど、今日泳いだところは、まあ、海藻もあるんですけど、また全然違う良さがありましたね。それと絶壁のところにすごい幻想的なエメラルドブルーだったりとか見えて、前回に比べてまた違ったね、楽しみ方ができたんで、昨日もお店で言ってたんですよ。やっぱ北と南と東と西と全然違うと。全く違うものが見れるという話をされてました。で、面白い話があって、サザエが、北側のサザエは、ちょっとどっか忘れました。まあ波が激しいビーチのサザエは結構波にさらされてるから、波に流されないように、そのサザエがトゲトゲしてるんです。トゲを出してるらしいんですよね。トゲが刺さって、その流れないようにしてるんですよ。でも、南の方の海にいるサザエは穏やかだから、そのトゲ出す必要ないから、つるんとしてるらしいんですよ。面白いっすよね。同じサザエでもそんな違いがあるみたいな。これ人間も一緒っすね。厳しい環境にさらされた人と、ぬくぬくと、まあ、ぬくぬくってなんかすごいトゲありますけど、まあそうゆったりと過ごされた方では、やっぱ人間性もね、全然変わってくると。どっちがいいって言ってるわけじゃない。全然違うっていうことが言いたいわけです。そんなことも学べるんですね。この佐渡島はね、まさに旅やことをしてることで、今回も本当にたくさんの学びがありました。そしていろんな方が頑張ってらっしゃって、すごい感銘を受けました。また前回と同じようにトキ結局会えへんやん。帰りに出会ったら撮りたいけどな。トキ探しに行く時間なかった。トキ探すんだったらやっぱもう3泊4泊しないとダメっすね。見どころが多すぎて、なんとでも来ないといけないですね。それでは向かいたいと思います。はい、こちらが人気の島風味というところですね。めちゃめちゃいい感じですね。ここが島風味。フリーピアノって書いてる。あ、ここはピアノだけで、ちょっともう時間がないんで、さらっとこう見るだけ見て帰ることになります。いやー、すごい整備されてる。めっちゃ綺麗。ああやって海を眺めながら食べることができるんや。庭がすごいな。ランチメニュー、カレーとかホットドッグとかあるんですね。テイクアウトとかあるんかな。だってクッキーとかも売ってるんですね。以上、島風味でした。食べたかったけどしょうがない。間に合わない。もう2時56分やから間に合わない。なんかパンとかも買えそうでしたけどね、コッペパンとか。はい、レンタカー返しましたんで戻りたいと思います。まずちょっと離れてるんで、今15時43分です。あと20分で出港です。で、ご飯ね食べれてないですけど、フェリーの中のレストランで食べられそうなんで、それ食べたいと思います。だからこういう時にね、フェリー良かったなと思いますね。もう車がどんどん入っていってますね。すごいな。僕もね、クルーズ船とかも結構乗ってますけど、やっぱこうフェリーはフェリーでまたいいっすよね。こう車が乗せれたりするのはやっぱクルーズ船にはないので、フェリーはやっぱこう荷物をね、運ぶっていう役割もあって、それもまたロマンがありますね。クルーズにはクルーズの良さがあり、フェリーはフェリーの良さがある。ジェットホイールはジェットホイールの良さがある。それぞれこう楽しむのが旅ですね。
いやいや、なんとか間に合いましたね。前回の佐渡島の旅もね、なんかこんな感じでめっちゃギリギリやった。今回も本当にたくさんのね、視聴者さんにもお声かけいただき最高だった。まだフェリー残ってますけどね、フェリーも楽しみたいと思います。行きとはまた違うフェリーです。帰りはね2等を取ってたんですけど、なんか1等にね1000円でアップグレードできるみたいな感じで案内来てたんで、それで行きたいと思います。もう乗り始めてるけどな。ありがとうございます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 。視聴者さんまたいらっしゃいます。なんと椅子席にしようと思ったら椅子席満席やんけ。すいません、2等の予約を1等に安く買えれるみたいなメール。椅子席はもう満席なんです。そうです、はい、椅子席はもう満席で、はい、じゅうたんがチェアでしたら、まあ、はい、じゃあチェア席。はい。もうドラの音がしてた。ギリギリや。5分前。なんかこっちの方が古めですね。やった。ゲームコーナーとかも空いてる。よし。当室のチェア席ですね、今回。そうですね。これ番号がわからん。ここに番号書いてんね。ここですね。とりあえず荷物置いて出港を見届けに行きますか。こんな感じで雑魚寝のとこもあるし、荷物置きとかも行きの船は結構綺麗なとこに入れれとったね。いやいや、もうおるやん。もう待ち構えてるやん。早いな。まだちょっと早いんちゃう？かっぱえびせん待ち？ちょっとかっぱえびせん待ち多いな。しかもね、この便、今日の日没、夕日の時間5時半なんで、ちょうど船に乗ってる間に夕日が落ちることになりそうで、最高の船旅になりそう。こう飛んでる時にこう乗っかってこんが、お腹触りてん。ああ、動き出しましたね。ありがとう、佐渡島。1泊2日でも十分楽しむことができました。すごい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 。これを取るだけでも価値がある。おお、すごいすごい。これはなかなか取れんぞ。いいぞいいぞいいぞ。めっちゃ近くで取れる。うお、すごいすごいすごい。これは貴重な映像だぞ。これが時あったらな、めちゃくちゃおるんやわ、こいつは。終えてるぞ。こんな楽しみ方もできるんですね。はい、これにてね、佐渡島2回目になりますけども、旅が終わりになります。皆さんの目にはどのように映ったでしょうか。いや、初めはね、なんか両方雨風に打たれそうな、そんな天気でしたが、終わってみればね、こうやって2日目は晴れましたし、昨日も夜はちょっと土砂降りになったりしましたけども、昼間はね、そんなに雨に降られることもなく、本当に素晴らしい滞在をすることができました。まあ今回ね、前回とは違って、1泊2日で回りましたけども、1泊2日じゃ足りねえっすね。全然足りない。それぐらいやっぱり広いし、もう見どころもめちゃくちゃあるし、だって今こうやって喋ってる時ももう来てるもん。出たがりなやついますからね。それぐらいやっぱり見どころが満載すぎて取れ高の宝庫です。途中でも言いましたけども、その佐渡忘れるべからずみたいな、そういうワードがあったと思うんですけど、結構やっぱ夏が忙しくなるということで、夏にね佐渡島行く人多いんですけど、ご飯は確実に冬が美味しいってどこのお店行っても言ってました。冬も本来なら楽しめるはずだし、春も楽しめる、秋も楽しめる。前僕7月7日ぐらい行ったかで、今9月26に行ったけど、やっぱり気候が全然違います。前の7月はめちゃくちゃ暑
暑かったけど、今本当に涼しい。めちゃくちゃ気持ちいい。海入っても水温がまだ暖かいからめちゃくちゃ気持ちよく泳げたし、本当に良かったですね。だから冬も行ってみたいし、春先も行ってみたいし、もういろんなね、佐渡島何回行っても楽しめると思います。はい。はい、ちょっとね、中断しましたけども、本当にいろんな楽しみ方ができると思う。この行くだけでも、カーフェリーと、そのジェットホイールがあって、前回ジェットホイール使いましたけども、ジェットホイールを使うことで、佐渡島の中で最大限時間が使えるので、それはそれで、時間がない人にはぴったりだと思いますが、やっぱりこの旅感を味わえて、最大の佐渡島の魅力を体験するんだったら、絶対カーフェリーの方がいいなと思いました。もうこうやって、海を眺めながら、しかもこう夕日も今日見れるし、この海猫かカモメかちょっとわかんないですけど、それを見ながらこうやってゆっくり帰るっていうのも、これもまた素晴らしい旅になりますね。本当に最高です。皆さんにも何度も来てほしい。まだ一度も行ってない人もいると思います。前の動画出した時も金山ぐらいしかイメージがないみたいな感じで言ってました。で、金山も当然素晴らしい場所なんですけども、それ以外にもまさか泳げるなんてみんな思ってないでしょうし、あんなおしゃれなカフェみたいなのがあるとも思ってないでしょうし、あんな何十年も頑張ってる洋菓子屋さん、パン屋さんがあるみたいなのもね、皆さん知らないでしょうし、ぜひね、行ってみてもらえればと思います。本当に多分これから盛り上がってくるんじゃないかなと思うんでね、今のうちに行ってほしいなと思います。気をつけないといけないのは、ちょっとレンタカーとかなかなか取りにくいんで、事前に取ってた方がいいし、最悪は新潟で借りてこのカーフェリーで乗せていくっていう手段を取るしかないかなと思います。今日宿に泊まってた台湾から来られた方、レンタバイクを借りようと思ったけど、そのバイクも空いてなくて、もうバスで回ってるって言ったけど、ちょっとやっぱ相当不便だと思うんでね、ぜひ皆さんその辺の準備は抜かりない形でやってみてもらえればと思います。おほほ、めっちゃ近づいてきたぞ。最後にまたかっぱえびせんやるか。こんな鳥をじっくりこう並行して飛んでくれるのもなかなかないっすよね。これも素晴らしいっすよ。すごい。僕みたいな鳥マニアにはぴったりやな。まあ、鳥マニアとか言いながら、そういえば時を見逃しました。また来いっていうことですね。まさに旅は自己投資。というわけでこの旅を、そう、まだフェリーでご飯も食べなあかんかった。やることいっぱいっすね。盛りだくさん。じゃあ、かっぱえびせんやって、まあ、さっきちょっと海猫にかっぱえびせんやる前に、俺のお腹を満たさなあかんわ。というわけで今からフェリーのご飯行ってきますね。まだチャンネルはそのままでお願いします。こんな場所もあるやん。やってる人もいる。そしてご飯食べに行こうかな。ここですね。やってる。麺どころ、おけそ。エビそばとか、ブラックラーメン、醤油ラーメン、佐渡島カレー、生ビール飲もう。もう運転終わったしな。佐渡島ポテトとかあるな。佐渡が塩ポテトか。地元中学生考案やって。これは頼んであげないといけないな。ブラックラーメンって富山じゃないの？とろっと濃厚エビそばとか。どれを選んでいいかわからんな。佐渡線カーフェリーの醤油ラーメン。鬼のように魚粉香るとか。何がおすすめか。そしてここになんとかっぱえびせん売ってる。カルビーさん、まさかこんなところでかっぱえびせんがこんな売れるようになるとは最初は予想もしてなかったでしょうね。なんとブラックラーメン売り切れじゃないですか。醤油ラーメンもやばい。なんか微妙にちょこちょこ売り切れてんな。でもこれ一番推してるけどな。期間限定か。エビのりラーメン来ました。めっちゃうまそう。もちろんビールもいただきます。そしてなんと小学生が考案したポテト。これは絶対うまい。はい、それではいただきたいと思います。泳いだからめっちゃお腹空いてたんですよ。いただきます。これは最高。じゃあちょっとエビラーメン。どれがちょっと一番おすすめか分かんなかったんですけど、もう普通に自分が食べたいの頼みました。いただきます。なるほど。うまいですね。ちゃんとこう、エビの出汁が効いてるんですけど、ちょっとね、辛さもあって、ちょっとピリ辛な感じですね。うまい。これ海苔とか一緒に食べたらめっちゃうまいじゃん。やっぱ佐渡といえば海藻ですからね。うまっ。海藻うまいわ。海藻と一緒にちょっと食べてみよう。めちゃくちゃうまいやん。ここで飯食うの正解やん。僕は泳いだ後なんでね、1.5 倍ぐらいうまく感じるようになってるけど。いや、でもちょっと厳しくジャッジしていきますね。ちょっと判定が甘すぎる気がする。じゃあいただきます。
めちゃくちゃうまいやんけ。最高。海苔もいただこう。海苔。うまっ。風味が素晴らしい。ちょっとずつ食べてもらうもう一気に入ってもらった。で、これいただこう。小学生が考案したと言われるポテト。僕のチャンネルもね、大人の穴場旅行と言いながらですね、テレビで8割ぐらい見られてるんで、お父さんお母さん方と一緒に小学生のお子さんが見ているパターンとかめっちゃ最近増えてきてて、結構その小学生の息子が真似してますみたいな。僕の真似するとかどうなんかなと思いますけどね。嬉しいですね。まあだから小学生が考案するとなったらもう食べていかないとね。いただきます。めちゃくちゃうまいよ。めっちゃうまいよ。あ、芋もうまいし、塩加減がうまいよ。某なんとかナルドのポテトをさらに改良して良くしたような感じ。結構某マクドなんとかに近い味ですね。これはビールに合うわ。それではね、あとは楽しませてもらいます。伸びちゃうんでね、あんまりこんなことやってたら。はい、カップエビせんまたゲットしましたよ。なんとこんなアイスも売ってたら買うしかないじゃないですか。佐渡の名産、ル・レクチャー。それではいただきたいと思います。ル・レクチャー。桃みたいやな。めっちゃうまいよ、これ。ルレクチェをね、なんかそのまま食べたみたいな感じの味。ルレクチェな感じするわ。めっちゃうまい。ルレクチェ感めちゃくちゃある。優しい甘さで。めっちゃうまいな。ここまでルレクチェを再現すると半端ないですね、これ。ただ僕はルレクチェ食べたことないけどな。再現度高いと思います。うわ、なんということでしょう。これはすごい。これは素晴らしいですね。何これ、幻想的すぎる。お、来た。よいしょ。来てるね。で。来てる。おい、いいよ。見せてくれ、勇姿を。よし。痛えな。うまいな、こいつら。この子ら食べるのうまいな。上手。よし。なんというエモさ。エモい。こんなエモい絵あるんか。いってえな。こんな感じでね、夕日が見れるのは本当に最高ですね。もうすぐ日が落ちます。
見えなくなりましたね。一生のうちで見れる回数の決まっている夕日をこうやってフェリーの上で眺められて本当に良かったと思います。素晴らしいですね。こんな体験ができるのも佐渡島の旅の魅力だと思います。まさに旅の締めくくりにふさわしい最高の景色だったと思います。上の方まで来ました。こんな感じの席もあるんですね。行きはね、朝だったから寝たかったから一等室ってよかったけど、帰りは意外ともうずっと夕日見て終わってもいいかもな。わざわざ一等取る必要なかったかもしれない。でも充電できるからありがたいです。いやー、最高でしたね。はい、一旦このまま新潟駅に向かって、明日から別の新潟離島粟島に向かいたいと思います。島旅続きで楽しみです。粟島の動画もぜひお楽しみください。このバスで新潟駅まで行けるのか。はい、バスで帰ってもいいし、もうなんか荷物多いからちょっとタクシーで行った方がいいかもな。僕の荷物めちゃくちゃ大きいから大迷惑。いかがでしたでしょうか。この後はですね、何もない島と言われてる同じ新潟の島粟島に行ってまいりました。こちらも素晴らしい島でしたよ。奇跡の出会いもありました。必見です。で今回ね、今年2回目の佐渡島ということで行ってまいりましたが、前回とは全く違う旅を楽しむことができました。何度も言っておりますが、1泊2日じゃ全く足りないので、ぜひ皆様は1泊2日だけでなく2泊3日3泊4日と楽しんでいただければと思います。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいね、コメント、そしてハイプをお手持ちのスマホからお願いいたします。メンバーシップではここでは言えない旅の裏話や近況報告などを
毎週ノーカットでさせていただいております。メンバーも続々増えておりますので、皆様の参加もお待ちしております。はい、ついにですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう一本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついております。除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。